どうもこんにちは、ランパパでございます。本日はですね、シューズのご紹介でございます。紹介するのはこちらですね。ホカのボンダイ9になります。このシューズね、今年の1月に発売されまして、約ね3ヶ月ほどが経ちました。新色もね追加されましたので、そのあたりもね交えて紹介をしていきたいと思います。ではですね、行ってみましょう。ホカオネオネはですね、厚底シューズのねブランドとして知名度が高いんですけれども、そんなホカオネオネのねブランドの中において、このボンダイというのはですね、最大級のねこのクッションですね、厚底のクッションを備えたシューズになっています。私ですね、マッハ6、こちらですね、ちょっと色味が似てて分かりづらいんですけど、こちらのねマッハ6をこれまでね履いてきて、すごくね気に入ってるんですよね。これまでだいたい1100キロぐらいもう走ってきていて、まだね履いているんですけど、こちらもね現在使っています。ただ私、膝の半月板損傷ですね、こちらをやっているので、このね使い倒しているマッハでね硬いアスファルトを走るっていうのがね、もうちょっとね怖くなってきたんですよね。膝のサポーターなんかも一応してるんですけど、それでもね膝を悪くしそうで、ちょっとね心配なんですよね。なんとかならないかなと思ってね目をつけたのがね、このものすごい分厚いクッションなんですよね。先代のボンダイ8からね、このソールの素材がですね変わりまして、スーパークリティカル EVA フォームというものに、ね、なっています。私がねこれまで履いてたマッハ6ですね、これとですね同じ素材をね使っています。クッション性とね反発性、これをね両方兼ね備えた素材でね作られています。このソールのね厚みもですね、前作からね2ミリほどアップしているそうですよね。こんだけねクッションがあればね、膝の負荷の軽減にもなるんじゃないかなとね思ったんですよね。あと私5月にね野辺山ウルトラマラソンを走りますので、そのシューズとしてもこのねボンダイ9どうかなというふうにね思ってたんですよね。ただ私過去の野辺山でこちらのねボンダイ X、 これをですね何回かね履いてるんですよね。その時にレースレポートの動画ではね言ってはいないんですけれども、疲れてね歩くようにゆっくりになってくるとね、やっぱねこのねボンダイ X 重いなっていうふうにね感じてたんですよ。勢いよく走っている時はあんまり感じないんですけど、歩いてる時とか、あと足がね疲れてくるとね、こう靴底にね重りをつけてるような感覚がねあって、重いなというふうに感じてたんですよね。だからボンダイ9が出た時にね、こうすぐにね手が伸びなかったんですよね。でもこの間ですね、ホカのショップ、みなとみらいのショップなんですけれども、そちらでね試し履きをしてみたところですね、全然ですね印象と違ってね、歩いてもね重たくなかったんですよね。重量はですね26センチで 280g になっています。私が今使っているマッハ6はですね、今日測ったら 25.5 センチなんですけど 191g だったので、さすがにね履き比べたら重いんですけれども、比べずにね履いて走ったらね、意外とねこのボンダイ9もね重さは感じません。でボンダイ X の方はね26センチで 265g ということで、こっちの方がね重量はね軽いんですけど、履いた感じはねこちらのボンダイ9の方が、明らかにね軽く感じます。そんなこんなでね想像よりねずっと印象が良かったので、このシューズ今回ね買いました。で早速ね仮想野辺山っていうことでね林道をね走ってきました。野辺山ウルトラマラソンはね10キロから30キロぐらいまでのね区間ですね、林道を走るんですよ。しかも結構傾斜のあるところなんでね、林道で使えるかどうかっていうのをねちょっとね試したくて、走ってみました。ご覧ください。はい、今ですねボンダイ9、履いてですね、ランニングをしています。散々のね林道を走っています。アスファルトのねこういうところもねあるんでね、こういったシューズでもね走れるかなと思ってね、来てるんですけどね。で感じたこと、言っていくんですけど、
お店でね試し履きした時もねちょっと感じてたんですけど、重量よりはねかなり軽く感じますね。ボンダ X ね履いてる時はなんか靴底にちょっと重りをつけてるようなね感覚があったんですよね。カーボンがね入っているんで、こう走るだけでねこう前にスーッと進むようなね感覚はあったんですけど、でもなんかちょっと重いなっていう感覚はちょっとだけねあったんですよね。ただこのボンダイ9に関してはねそういった感覚は全くないですね。マッハほどのね軽さはないので、こうね足がスッとね、上がるようなね、ほどの軽さはないんですけれど、ただ重いなとかねいう感覚は全くないですね。特にね不快感なく走っていきます。クッションが多めなので、こうふにゃふにゃしてね安定しないようなことがねないかなって思ってたんですけど、そういったことも全くないですね。すごくね安定してます。設置面積がね割と広めなので、そういったところで安定性が確保されているのかなって思いますね。クッション性もねかなりあるので、こうね今ね膝にサポートは巻いてるんですけど、そのね膝への負担なんかもね、軽減できそうだなっていうね、感じがします。で今ちょっとね砂利道走ってるんで、感じないんですけど、反発力もね、ロードの区間をね走ってた時は結構あって、スピードもね結構ね出せそうだなっていうね感じがしますね。今ねこうやって林道を走ってるんですけどね、ちょっとねこういうね石のゴロゴロしてるところは無理ですけど、こういうね舗装された道だとねキロ5分ぐらいは出せるんじゃないかなというふうにね思いますね。結構ねそれなりにシャドウもあるんですけど、そのくらいは出せるんじゃないかと感じます。あとクッションがねすごくしっかりしているのでね、足の負担が少ないっていうのはねさっき言ったんですけどね、そういう効果もあるので、LSD とかあとロングソーとかね、そういった用途にもね、使っていけそうだなというふうにね思います。はい、ということでございます。で林道の話はここまでで、先週末もね32キロほどですけれども、アスファルトの道路でね LSD ですね、こちらをやりました。こっちはねちょっと動画は撮ってないんですけれども、かなりですね良かったです。走りやすかったですし、重くもねなかったですし、何よりね膝がね痛くならなかったです。もうね野辺山ウルトラマラソンのシューズに、こちら決定でございます。で冒頭で言ったですねカラーですね、その話もね少ししたいと思います。ボンダイだけではないんですけど、他のシューズはですねベーシックカラーというのとシーズナルカラーというね2種類にね分かれてるんですよね。ベーシックカラーはですね年間を通じて発売をするカラーで、今はですねこちらのブラックというのと、あとブラックホワイトですね、そしてギャラクティックグレー、ステラーグレーでホワイト、このね4色がベーシックカラーになっています。レディースの方はブラックとブラックホワイト、そしてホワイトの3色です。それに対してシーズナルカラーというのは春と夏、そして秋と冬のシーズン限定で販売するカラーで、2025年の春夏に関してはドリズルダウンプアというのと、私が購入したオートミルク、シーモスユーカリプタス、パーティシーネイビーホワイト、このね4色がシーズナルカラーになっています。レディースの方はブルースパークミントフローライトとブラックローズゴールド、スターダストシルバー、バニラバーチの4色になります。他のカラーリングはですねこのようにいかにも速く走れそうな派手なねカラーリングのものもあるんですけれども、どっちかというとね私が買ったこの色のようにですねモノトーンとか、あとツートーンのね比較的シンプルなね色合いのものがね多いんですよね。このようにねロゴとか、あとね靴底のラグとかね、
この辺りもね色合いを統一しているカラーが多くて、ランニング用途ではなくてですねカジュアルでもね結構使えるんですよね。で他のね店員さんに聞くとですね、この私の持っているオートミルクとかですね、あとねホワイトがですね人気だそうです。このブラックなんかはね比較的カジュアルな格好であればビジネスシューズとしてもね使えるので、そんなね用途で買われる方もねいるようです。今のシーズナルカラーは2月に登場しましたので、秋冬のシーズナルカラーはですね8月頃にね登場する可能性ありますね。秋冬のシーズナルカラーが出るとですね、春夏のシーズナルカラーは販売終了してしまうと思うので、気になるシーズナルカラーがある場合はね早めに購入された方が良いと思います。はい、ということでね、今回はこちらのホカのボンダイ9ですね、こちらのご紹介でした。ランニング用途ではねゆっくりとジョグをしたりとか、あとはロング走ですね、そういった用途をするのにね適したシューズだと思います。レースではね初めてフルマラソンをする方とかウルトラマラソンに挑戦する方、このようなね方にねおすすめかなというふうにね思います。カジュアルやビジネス用途にもね使えるカラーはねありますので、ぜひねチェックしてみてください。はい、ということでね今回の動画は以上になります。この動画がいいと思った方はグッドボタン、またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また普段のランニングのログをストラバの方にねアップしております。概要欄にリンクの方を貼っておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。